錬金住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。今回のお話はですね、私の、体験談というよりも、私の先輩からお聞きしたお話です。私の先輩と言いますとね、仕事上、お坊さんしてますんで、私の先輩もお坊さんなんですけれども、そのお坊様からお聞きしたお話でございます。このお寺さん、ご住職なんですけれども、このご住職さんはですね、昔から私もそうなんですけれども、若い人たちを集めて、いわゆる、構成というと大げさかもしれませんけれども、若い人たちの相談に乗ったりですね、あるいは若い人たちの職業の斡旋とか、お仕事の斡旋とか、いろいろなものをちょっと、教えたり、会社をつないだりっていうようなことを、この、私の先輩のご住職も、されておられます。この男性がある時ですね、非常に不思議な体験をしたので、一度聞いてくれないかと言って私にお話ししてくださったお話です。このご住職はですね、いわゆる引きこもりの方の支援もされてましたので、いろいろなところに引きこもりの、されてる方のところに行ってですね、いろいろ相談に乗ったり、ご家族と、こういうふうに将来していきましょうねなんて話をよくされておられました。今はちょっともう年を召されたのでされてないんですけれども、ある時そういう相談をずっとされてる時にですね、あるお母さんから声がかかりまして、うちの息子が引きこもっているので一度見に来てくれませんかという相談をお受けになられたそうなんですね。そしてわかりましたということで日を合わせて、このご住職が行かれますと、お母様がおられて、でそのご家庭ではもうお父様がちょっとご病気で、結構若いうちにお亡くなりになってて、お母さんが頑張って働いて息子さんを大きくされてたんですね。ところがこの息子さんっていうのがもう30を少し回られたぐらいまで、ずっと引きこもりをされてる。どうかご住職さんのお力でですね、息子を部屋から出してほしいというご相談だったそうなんですね。で自分にどこまでできるかどうかは分かりませんけれどもと言ってですね、このご住職さん行かれます。家に行かれますと、ちょうど2階に息子の部屋があって、そこに引きこもってるので、どうか一度話をしてやってください。そう言われたご住職は分かりました。2階に上がって行かれまして、扉の前でトントントンとノックして、〇〇くん、もしよかったら私〇〇寺の住職なんだけれども、中に入れてもらえないかな。初対面で大変申し訳ないけど、もしよかったら中で一緒に話できないかな。あなたも外に出たいと思ってるでしょ。こんな風な声をかけられたそうなんです。ところが一向に返事がない。これも想定内なんですね。もちろんもう初対面で会ったこともないような、お寺の住職が来たら、だいたいご本人はびっくりされるというのが通例だそうで。でトントンとノックした後、またじゃあ、扉を開けていただかなくても結構なので少し私の話を聞いてくれないか、そう言って扉の前に座ってですね、いろいろな話をされたそうなんです。で私もそういった支援を以前してましたのでよくよくわかるんですけれども、引きこもりをされている方っていうのはご家族も大変かもしれませんけれども、一番将来を不安視しているのはやはりご本人であることが多いんですよね。ご本人も今更社会に出ても怖いしとか、今更社会に出たところで自分が何か経済的に生活できるような仕事に就けるかっていうと難しいとか、いろんなこと考えてしまわれて、出たいけれども出れないという、そういった方が結構比較的多いんですね。まだ引きこもっていたいという気持ちももちろん、半ばあるんでしょうけれども、出て、やっぱり自分のお金で稼いでですね、将来を安定させたいなと思っている方が多いので、このご住職もその扉の前に座ってこんなお話をされるんですね。自分の知っている人ではもう50歳を超えて引きこもりの生活から立ち直って今ちゃんと仕事してる人もいるし、まだあなたは30代前半、頑張ったらいくらでも仕事も見つかるし、もう本当に今はもう人手不足で、職業も、ある程度選べるから頑張って出てきて、なんかちょっと出るきっかけ一つあった時には出てきたら、お寺へ来てくれたらなんかいろいろ私も手伝うから
共にあなたの人生を私にも歩ましてほしいということを、このご住職さん、扉の前で切々と、お伝えになられて、それでもやはり扉の向こうからは一切音がしないんですね。そして帰っていかれる。そしてまた来ますということで、1週間ぐらい経ったらまたこのご住職、その家に行かれまして、また息子さんの扉の前をトントントンとノックして、今日も〇〇寺の住職が来ました。今日も少し話を聞いてくださいね。人生というのは長い旅のようなもので、途中疲れて休むこともありますし、休憩したってそこでまた歩き始めればいいんだ。その一歩目をどうか近く、考えてもらってですね、私と共にあなたの人生歩みませんか？そんな話をまた扉の前でされるわけです。そんなことを週に一度ぐらいずっと通って約半年が過ぎたそうなんですね。そうしますとお母さんの方ももうお坊様何度も来ていただいて申し訳ないけども、もう息子の反応がない。もしならもう戸を蹴破ってくださいなんてことをおっしゃるんですけれども、いや、私の考えではこうなんです。自分で出てこない限り私が引っ張り出そうということはしたくないんです。ご自身で出てきたいという意思を表明されて、出てきてくださって、それこそ救いになるので、私が無理に引っ張ったら全ては私のせいになってしまいますから、出てきてもらうのを待ちましょうね。お母さんを説得しつつ、また扉の前でトントントン、ノックしてはいろんな話をされるわけですね。半年が過ぎようとしたその頃ですね、少し動きがあったそうなんです。これ何かと言いますと、部屋の中からガサガサ音がするそうなんです。なんか物を片付けているのか、カチャカチャカチャ、なんか音がする。あ、〇〇くん、もしかして部屋を片付けてるの？もしよかったら私に少し手の先でもいいので扉を開けて見せてくれへんかな。そんなことをおっしゃるんですけれども、扉は開かないものの中で何か動きが初めてあったそうなんです。もしかするとなんか外に出るために体を鍛えているのか、なんかちょっと服を整理してるのか、もしかすると今まさに一歩踏み出そうとしてくれているのかもしれないと思って、ちょっと期待をかけてですね、一回行ってお母さんに、いや今日は初めて部屋の中でいろいろ音がしてましたって言うと、お母さんも非常に喜んでくださって、そうですか、じゃあもう今日引っ張り出してください、何度もそうおっしゃるそうなんですけれども、いやご本人が出てきた、そう思って自分の努力で出てくるまで待ちましょうということで、またその日帰られたわけです。そしてそれからまた数週間の間、行ったり来たりされてたんですけれども、ある日ですね、行かれますと、お母様がもう今日は引きずり出してください、毎回のようにおっしゃるんですけれども、いや、自主性を待ちましょうということで2階へ上がっていって、その息子さんの扉の前でまたトントントンとノックされるそうです。そして、〇〇さん、今日も来ましたよ。〇〇寺の、住職です。今日も少し話を聞いていただけますか？ずーっとまたいろんな話をしていますと、突然またトッ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 、部屋の中を人が歩く音がするそうなんですね。そして、なんか〇〇さん、お片付けが済んだんですかね？もしよかったら指の先だけでもいいので少し扉を開けていただけませんか？再度そういうお願いをされますと、突然ガチャリって言って鍵が開いたそうなんです。もう住職はもう思わず扉を押したくなる気持ちがあったんですけども、それを抑えて、もしよかったらご自身の手でこの扉を開けてください。この半年間通っていた私の姿も見ていただきたいですから、どうか扉を開けていただけませんか？そうお願いしたその瞬間ですね、スーッと扉が開いたそうなんです。もう思わずこの住職は、やった！よかった！この男性を救える！そう思ってパッと立ち上がりますと、その部屋の中は真っ暗なんですね。この男性の、引きこもりの男性の姿が見えない。そこで、大変失礼ですけれども、ちょっと電気をつけていただいていいですか？そう言うんですけれども、真っ暗なだけでカーテンが完全に閉まってましてですね、光が全く入ってこないんですね。すいません、電気をつけていただけませんか？再度そう呼びかけるんですけれども、一向に電気はつかない。そうしますと、下からどうやら扉が開いた音を聞いたお母さんがタッタッタッと上がってこられて、〇〇の部屋が開いたんですか？そうおっしゃるんで、そうなんです。でも出てこられるまで少しを待ってください。
そう言いますと、お母さんは、いや、お坊さんの手をパッと払いのけて、息子さんの部屋の中に入って電気をパッとつけられたそうなんです。で、うわうわ、こんなに突然、せっかく何年も開かなかった扉が開いた。お母さんとはいえ、突然入っていって電気をつけるなんてびっくりされたんじゃなかろうかと思って、部屋の中についた明かりのところをパッと、このご住職が見ますとですね、なんとその部屋の中には、お母様だけがいる。何もない部屋だったそうなんです。ここに引きこもってた息子さん、どういうこと？思わずお母さんにこのご住職が尋ねますと、よかった、会えてよかった。息子がこれで大丈夫ですよね。息子はもう引きこもりじゃないですよね。そんな風なことをおっしゃるそうなんです。一体全体何が起こっているのかよくわからないご住職が、いや、息子さんはどこにおられるんですかって言うと、お母様はスーッ壁の方に歩いていかれて、これが息子なんです。そう指をさされたそうなんですけれども、その指の先に何があったかと言いますと、一つのお位牌が置いてあったそうなんです。ご住職がパッと手に取ってそのお位牌を見て裏を見ますと、裏には、俗名、いわゆる亡くなられる前のお名前と、享年、亡くなられたお年が書かれてるんですけれども、そのお位牌、実は誰のものかと言いますと、自分が半年間声をかけ続けてたあの息子さんのお名前がそこに彫られてたそうなんですね。そして享年32歳、そう記されてたそうなんです。引きこもっていると言われていた男性は実はもうすでにお亡くなりになってたんですね。ところがなぜかわからないんですけれども、このお母さんが寂しさのあまりかもしれませんが、息子はこの部屋にいて引きこもってしまっている、そういうふうに思われてたみたいですね。そしてお母さんはそのお位牌を手に取りますとですね、よく頑張ったな、よくこれで外に出てくれるのか、何度もそう言うそうなんですね。そのお姿を見たご住職が、お母さん、酷なようですけれども、息子さんはもうお亡くなりになっておられます。そしてこの部屋におられるわけではなくってですね、ちゃんと死後の世界で幸せにお暮らしになっているので、息子さんはこの部屋にはもうおられないんですよ。この世にはおられずに他の世界におられるんですよ。そんな風なことを声かけされたそうなんです。そうしますとお母さんは、いや、そんなことはない。息子はこの部屋に閉じこもったままだったんです。しきりにそうおっしゃるそうなんですね。そこでこのご住職さんが、息子さん、どんな風にお亡くなりになられたんですか？そう聞きますと、実はこのお部屋で実際に生前引きこもりになってられまして、その部屋で自ら命を絶ってられたということだったそうなんですね。ですが、亡くなられた方がその場所に留まられるということは、お経を紐解くとないんですね。必ずお亡くなりになった方は、どんなお亡くなりの仕方にしてもですね、そこに留まることっていうのは、基本的にないんですよね。ですから、お母様がここまで心配されてて、息子さんがこの部屋にいるわけないし、でも今度は息子さんのケアと思って来てたんですけれども、これからはお母さんのケアでここに通わなくちゃいけないなと思ったその瞬間、扉がなんかバタンバタン、一度閉じてまた開いたような音がしたそうなんです。そしてパッとご住職さんが気になってその方向を見ますと、若い男性がこちらに向かって手を合わせて何度も何度もお辞儀をされたそうなんですね。思わずこのご住職さん、もしかしてあなた〇〇さんですか？そう聞きますと、そうです、そうです。申し訳ありませんでした。どうか母親をよろしくお願いいたします。そう言ってふーっと消えられたそうなんです。それまで実はこのご住職さんはお化け、霊というものを見たことがなかった。初めてご覧になられたそうなんですけれども、お母さんをよろしくお願いします。おそらくなんですけれども、ここからは私とこのご住職さんの、ちょっと想像といいますか予想なんですけれども、息子さんを亡くされてですね、ご主人もその前に、亡くされてますから、非常にショックが大きかったと思いますね。そしてそのショックから、息子は部屋にいるんだ、部屋にいるんだ。
どっかへ行ったわけではなくて部屋にいるんだと思うそのお母さんの気持ちが、もしかすると亡くなられた息子さんが部屋にいて引きこもっているだけだ。そういうふうに思われたのかもしれませんね。そして、なぜお坊さんに相談されたかというと、引きこもった状態で亡くなった後、あの部屋にあの息子がずっといるのはかわいそうだ。そういうような良心の呵責のようなものもあってですね、もしかすると自分の息子は引きこもってたんだ。そういうふうにおっしゃってたのかもしれません。そして何より不思議なのは、実際にこのご住職さんノックをして、中でガサガサする音とか、なんとなく人の気配をずっと感じておられたり、鍵が中から閉まっているのは確実だったそうです。そしてガチャリと開いたのも中から誰かが開けた。ですから全く科学的にはおかしな話なんですけれども、実際にこんな話があったんだよというようなお話を聞かせていただきました。もしかすると私たち人間っていうのは、いつか必ず、愛する人と別れなくてはいけない。愛別離苦と言いますけれども、そういった苦しみが必ずあるとお経に書かれてますね。その時に私たちはどういうふうに考えるべきか。たくさんのご親族が仮に亡くなったり、お友達が亡くなったりした時に、私たち残された人間はもうただただ悲しいです。ただただ悲しいんですけれども、ずっと悲しんでいるわけにはいきませんね。いつか必ず立ち直らなくてはいけない。その日をどうかお母様にもこの男性伝えたかったんではなかろうかな。そんな風に思うんですね。ですからいつまでも私たちは悲しみに苛まれて次に進むことが、できないと、かえって亡くなられた方を心配させてしまいますので、どうかですね、皆さんも、身近な方が亡くなって寂しいなという思いをされている方、あるいはペットちゃんでもそうですね、亡くなられて悲しいなという思いをされている方はどうかですね、あまり長く悲しんでいるだけではなく、前に進む、その方が亡くなられた方たちの供養になるというふうに私は思いますので、どうかですね、頑張って歩みを進めていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法をこれで、終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。